こんにちは、まいです。今回はミニマリストの私が引っ越しの時にやったことと、あえてやらなかったことをお伝えします。引っ越しはいつも大変で、やることがとにかく膨大に発生します。入居時にやることをなるべく絞りたくて取捨選択した結果、今の形になりました。引っ越しを予定されている方はもちろん、予定がない方にも今からできることもご紹介しているので、参考にしていただけたら嬉しいです。それでは行ってみましょう。引っ越しをした時にまず最初にやったのはお部屋の撮影です。たとえ新築でも小さな傷や汚れがあることがあります。以前新築賃貸に住んだ時、入居時にすでに傷がついていることがありました。それ以来、引っ越しのたびにトラブルを防ぐ安心のひと手間として、最初に部屋全体を写真や動画で残すようにしています。大きなものではないので問題ないと思いますが、念のため荷物搬入前に写真を撮っておくことにします。次は掃除をしていきます。入居前のクリーニングは済んでいるものの、意外と細かいホコリや粉のような汚れが残っています。それになんとなく私は自分の手で一度きれいにしておきたいタイプでもあります。床や壁はクイックルワイパーをかけ、棚などはアルカリ電解水でさっと拭いていきます。次は備え付けのものだけども使わないものを外していきます。排水口の蓋は今までもあえて外しておくようにしていました。蓋を洗う手間がなくなる上に汚れが目に見えることで掃除の頻度が上がり、結果的にきれいを保ちやすくなります。こちらの水切りラックもあまり我が家では活躍することはなく、圧迫感もあったので撤去することにしました。次はお風呂場です。お風呂場は特にカビや水垢がたまりやすく、掃除が大変な場所です。私は少しでも掃除を楽にするために浮かせる収納にしています。棚を使わなくても済みそうなので、今回は最初から外しておくことにしました。棚自体の掃除も不要になって一石二鳥です。こちらの蓋も入居時に備え付けられていました。この凹凸タイプは以前ものすごく管理に苦労し、掃除が大変だった苦い思い出があります。普段から蓋を使うことがなかったので、こちらも撤去しておきます。そして排水口の蓋もぬめりやカビが繁殖しやすい場所になってしまうため外しておきます。外した棚や蓋は退去の時に戻せるように玄関の一角にまとめて保管しておきます。ここからはキッチンです。まず食器棚シートを敷いていきます。シンク下の収納にはニトリのシステムキッチン用防虫シートを敷いておくことにしました。今までこういったシート類は使ってこなかったのですが、前の家でシンク下に若干シミができてしまったので、今回は予防の意味も含めて初めて導入してみます。このシートはマス目状になっているので、サイズに合わせてハサミで切りやすいのも助かります。あとは収納に合わせて敷いていくだけ。見た目も不自然にならず、今のところずれにくそうです。使っていく中でずれたりよれたりしないといいなと思っています。次はコンロにあるグリル用の排気口にカバーを置きます。
排気口は調理中の油跳ねや細かい食材のカスが入り込みやすく、気づいた時には掃除が大変になっている場所です。前の家はグリルがなかったので関係なかったのですが、今回は排気口カバーを取り付けることにしました。選んだのはシカーダの排気口カバーです。継ぎ目のない完全一体構造で作られているので凹凸が少なく、カバー自体にも油汚れやゴミがたまりにくいのが特徴です。排気口のギリギリまで覆う設計になっているため、調理中に飛び散った油や野菜くずが隙間から入り込む心配も減らせます。さらに耐久性もしっかりしていて、耐荷重は中央部 10kg、端部 50kg と重い鍋を一時的に置いてもたわみにくい安心感があります。耐熱温度は約900度と高く、ひまわりでも安心して使える作りになっています。魚焼きグリルを使うときは排気を妨げないように立てかけます。掃除の手間を減らし、キッチン周りを清潔に保つためにこのカバーを導入しましたが、見た目もすっきりでとても気に入っています。キッチンの換気扇にはフィルターをつけておくことにしました。キッチン用の換気扇フィルターはこまめに交換しないと油で目詰まりをしてしまい、かえって油が部屋中に飛び散ってしまうこともあるそうです。前の家でもフィルターを使っていたのですが、そのおかげで換気扇本体の掃除がかなり楽になったので、今回の新居でも取り入れることにしました。グレータイプのフィルターを見つけ、換気扇の色とも馴染みやすそうだなと思い、こちらを選んでみました。同じ理由でトイレの換気扇にもフィルターをつけておきます。前の家で余っていたフィルターがぴったりはまってくれました。続いてコンロの隙間をなくしていきます。コンロ周りの隙間は油や食材かすが入りやすく、気づくと汚れが溜まって掃除するのが大変になる場所。今回はダイソーでそんな悩みを解決するいいアイテムが見つかったので使ってみることにします。よくあるテープタイプに比べてこちらは細いシリコンなので目立たないのがとてもいいです。ただしこれは IH 用なので家のガスコンロの熱でダメになるかもしれません。一応耐熱温度220度はあるのでなんとか耐えてほしいところ。検証結果はどこかでお伝えできればと思います。ここからはトイレ周りです。まずはトイレの下にある隙間を保護します。トイレの隙間も気づかずに汚れが溜まってしまいがちな場所です。使うのは先ほどのキッチン同様、ダイソーの IH 隙間ガードです。専用パテタイプやテープタイプがありますが、取り付けが大変そうなのと目立ってしまうのが嫌だなと思ったのでこちらにしてみました。隙間に汚れが溜まってしまうのが掃除のしにくさにつながります。逆に隙間さえ埋めれば汚れても掃除は楽になると考えました。
溝にシリコンが引っかかってくれず装着するのが難しかったのですが、縛ってからはめていくとなんとかつけることができました。どのように汚れていくかはまだわからないので、様子を見て交換しようと思います。次はトイレにスタンプ式の防汚アイテムを使っていきます。使うのはスクラビングバブルのトイレスタンプです。便器の内側にポンと押しておくだけで汚れがつきにくくなり、日々の掃除がとても楽になるため、以前のお家でも使っていました。これだけで3日に1度使っていたドメストが 1,2 週間に1度と出番を減らすことができたので、おすすめのアイテムです。次は浴室に防カビ訓練剤を使います。これは前の家でも2ヶ月に1回のペースで使い続けていたおなじみの防カビくんです。これを使い始めてからお風呂場のカビに悩まされることがほとんどなくなり、その効果を実感しているのでずっとリピートしてきました。今回の新居でもまず最初にしっかりカビ対策をしておきたかったので、入居後すぐに使っておきました。次は洗面所です。防水パンにかさ上げ台を設置していきます。使うのはタツフトの洗濯機用かさ上げ台という商品です。これはかなり重量があり、どっしりとした作りで、防振・防音効果の安定感がとても優秀です。今まで薄めのものを使っていたのですが、こちらは分厚いゴムがしっかり振動を吸収してくれて、動作音も和らぎました。さらにかさ上げされることで洗濯機の下にスペースができ、掃除がしやすくなるのも嬉しいポイントです。床や防水パン、排水口まで手が届くようになって、洗濯機下の清潔を無理なくキープできます。ゴム特有の匂いが最初は少し強めですが、時間が経つと自然に落ち着いていきました。次はコンセントにキャップを取り付けていきます。以前の住まいではコンセントが高い位置にあったためあまり気にしていなかったのですが、今の家はコンセントの数が多く、しかも子供の手の届く位置にあります。実際に細長いものを差し込もうとすることがあったため、急いで対策として西松屋のプライベートブランドスマートエンジェルのコンセントキャップを設置しました。工具は不要で差し込むだけで簡単に取り付けられます。すぐに外されてしまうかなという心配もありましたが、実際は大人でもしっかり力を入れないと外れないくらいの硬さがあり、子供が簡単に外してしまう心配は少なそうです。子供の手が届く場所だけで合計20個ほどのコンセントにキャップをつけたので、ひとまず安心して過ごせるようになりました。ここからはあえてやらなかったことをご紹介します。入居時にやることと調べるとたくさんのやることが出てきますが、その中でも私はやらなくてもいいかなと思ったことを紹介していきます。一つ目はマスキングテープを貼らないです。はばきや水回りのゴム部分などマスキングテープを貼って汚れを防止できる場所はいくつかありますが、今回はやらないことにしました。
最初だけなら良いですが、定期的に交換するとなると大変な作業です。あちこちに貼ったとしても汚れて交換するのが面倒で放置してしまうと意味がなくなってしまいます。そのため普段のついで掃除で汚れをためないようにする方が私たちには合っているんじゃないかと思い、引っ越しのタイミングですがあえて貼らないことにしました。2つ目は鏡の曇り止めはやらないです。以前曇り止めを使ったことがありますが、すぐに曇ってしまったりムラになったりとあまり良い効果を感じられませんでした。洗面所やお風呂場の鏡は毎日タオルで拭く習慣があるので、わざわざ曇り止めを使う必要はないかなと思いやらないことにしました。3つ目は撥水スプレーはやらないです。撥水スプレーは入居時によく取り入れている方も多いですが、今回はやらないことにしました。これまで使ったこともありますが、撥水スプレー程度だと効果がすぐに薄れてしまい、結局何度もやり直す必要があったからです。その手間を考えると、無理に取り入れるよりも日々のついで掃除を大切にした方が自分には合っていると思いました。4つ目は燻煙タイプの害虫対策はやらないです。火災報知器が作動しないようにカバーをかけるのか、効果は薄れるけどノンスモークタイプにするかなどいろいろ考える必要があったり、卵には効果が薄いことや配管や隙間など煙が届かない場所にいる害虫には届かないなど気にしなければいけない点がいくつかありました。築年数がかなり経っている物件であれば検討したかもしれませんが、今回の新居は築浅だったのでおそらく大丈夫だろうということでやめました。5つ目は下駄箱シートは敷かないです。まず大前提として靴が多くないので必要性をあまり感じていないことが一つ。さらにネットで調べてみると、どれも結局は継続的なメンテナンスが必要なものばかりでした。汚れを予防するためにやるはずのシートの交換がめんどくさがりの自分には逆にストレスになりそうで、きっと貼りっぱなしで放置してしまう未来が簡単に想像できてしまいます。もし汚れても普通に掃除してきれいにする方が自分には合っていると感じたため、下駄箱シートは取り入れないことにしました。はい、以上が引っ越しの時にやったこととあえてやらなかったことでした。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。